犬の骨格も猫の骨格も人間の骨格も実は大きく変わらないっていうことなんですね。はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今回の動画ではですね、骨格のイメージ、これを皆さんに持ってもらうために、僕のオンライン教室、あるいはメンバーシップでしか開放していない限定動画、これを皆さんにもリリースするので、ちょっとね、参考にしていただきたいなと思います。僕の作り方なんだけど、僕はこの動物の体を作るときとかに、針金で背骨とか骨格作らないんだよね。手足には針金入れるんだけど、基本的に体に背骨入れないで作ります。で、この作り方のメリットっていうのは、針金がないから作成スピードが速いっていうこと。慣れればね。なんだけど、デメリットとして、ちゃんと動物の体のイメージ、それがしっかり理解していないと、正しい形ができないよ。変なとこからね、手足生えてきちゃったりするよっていうことがあるので、この骨格、このイメージを持つと、しっかりとした体型を作れるようになるから、ちょっと今回はそんな話をね、します。例えばね、みんな疑問に思ってほしいんだけど、人間の体と動物の体って結構違いがあるでしょ。で、こんな感じでさ、今作ってるんだけども、例えばだよ。肩甲骨。人間も肩甲骨あるよね。で、肩甲骨ってどうなってるのかな、動物。犬や猫。どんな感じになってるんだろうとか、あと、例えばこの後ろ足のこの形あるじゃない、この形ね。なんで動物って、四つ足の動物ってこうなってんだろう。ここがなんかさ、突起してるっていうかさ、これって何なんだろうって結構不思議に思わない？で、今日の動画を見てもらうと、そこの謎が解けます。あ、そういうことかと。で、それが理解できると、作れる形もね、結構変わってきます。というわけでね、動画の方参考にしてもらって、骨格のイメージ、これをね、掴んでみてください。はい、それでは本編始まります。はい、今回の動画では、すごく簡単に骨格のイメージをね、膨らませる話をしていきます。で、今画面に映ってるのは、これ、犬の骨格。そして下が猫の骨格で、この黒いのが人間が四つ足で歩行している状態の骨格を表しています。で、これね、ざっと見た感じでイメージできると思うんだけども、犬の骨格も猫の骨格も人間の骨格も実は大きく変わらないっていうことなんですね。まずそこを理解してほしいなって思うんですね。で、特に多くの人が犬や猫を作るときに腕のつける位置がうまくいかなかったり、その関節の表現がうまくいかなかったりっていうことがすごく多いので、特に手足に関してのね、ちょっとイメージをね、膨らませてもらいたいなと思います。で、まず犬の骨格で説明すると、犬の肩甲骨がこれ。で、肩の位置ってここになるね。肩甲骨よりやや前の方に来ているのが肩の位置。で、ここが肘。そして、次が大事で、ここがね、人間でいうところの手首になるんですよ。ここが。だけどみんなこれを勘違いしていて、ここが手首だと思っている。これがね、大きな間違いなんです。猫を作るときも一緒。肩の位置、肘の位置、人間でいう手首の位置。で、指先っていうイメージなんですよ。で、これ人間の図を見てもらうとわかるんだけど、同じように肩の位置、肘の位置、手首の位置、ここですよね。つまり、犬や猫のポーズを人間が同じように取るとすると、実はこう、指を立てて立っている状態なんですよ。前足って。じゃあ次、後ろ足の解説をしていくと、まず骨盤があって、で、大腿骨があって、ここ膝になるんですよ。犬で言ったら。で、足首っていうのは実はここなんですよ、ここ。で、この出っ張りあるじゃないですか。犬も猫も。これ何って言ったらね、実は人間を見るとわかるんだけど、ここなんですよ。かかとなんです、これ。だから、後ろ足もつま先立ちの状態なんです。っていう風に考えると、なんとなく、だからここ、犬や猫ってこういう形してるんだって、なんとなくイメージできません？で、あとはここの膨らみが違うのは、筋肉量が違うからです。人間が四つ足で犬や猫と同じ速度で走れるほどの筋肉量が発達したら、ここ太もももっと太くなるんですね。そんな感じで骨格的には実は結構似たり寄ったりなんですよ。っていう風に考えると、なんとなくこう、前足の作り方とか、後ろ足の作り方が
イメージできるんじゃないかなと思います。はい。そんな風にね、この特に僕が言いたいのは、この手首の位置ってみんなここだと思ってるかもしれないけど違うよ。実はここなんだからねっていう話。猫も一緒。ここだと思ってるかもしれないけど、ここだよっていう話で。そういう風に理解してもらえるといいんじゃないかなと思います。で、特になんか変わったポーズを作るとき、こういう立ち姿はね、結構わかりやすいんだけども、例えばみんながよく苦労しているのが、猫や犬がこう、横たわってこう寝そべっているようなポーズ。あの時って上体はグッと起こしていて、でも体は、足はね、横に投げ出すような感じで、なんていうかな、リラックスしたポーズをしてるから、こういうポーズを作るときに、なんとなくこう、やっぱりその、パーツのつける位置っていうのがイメージできない人多いんだけれども、その時やってほしいのは、この骨格のイメージ、人とあまり変わらないんだなっていうのがイメージできたら、自分でそのポーズをね、取ってみるんですよ。僕はね、ポーズがわからない時は自分でポーズを取ってみるんです。すると、関節がどこに来て、どういう風にしたらいいのかとかっていう風にイメージが湧くから、だから、まずはこの骨格のイメージ、人間と近しい形をしてるんだよ。でも、こういうところは人間と違うんだよっていうところを理解した上で自分でポーズを取ってみると、もっともっとこう、体作りやすくなると思うから、そんな風にね、こう、骨格のイメージっていうのをね、持ってほしいなと思います。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕がフェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。